はい。それでですね、まあなんかいろいろとありまして、なんか話していく中で、こう、つい最近その先生の木が亡くなられたと。あの、うん。それがね、盆栽始めるきっかけだったという、なんか松の木が枯れちゃって、つい最近駆うん。除されたそうなんですけど、うん。なんかその話を聞いてたんで、なんかそれはすごく、もともとちょっと取らせてもらえないですかって話はちょっとしてたんですね。はい。なんかそれもそれで良さそうだなと。うん。で、まあ実際この間行ったら、まだそのちょうどまだ供養塔の横にまだ置かれてまして、うん。で、なんか、まあ、生徒し、なんか、まあ、もともとはね、その、盆栽、まあ、いろんな哲学発展できると思うんですけど、なんかその縮形したっていう世界観を逆に今度巨大化してあげることで、うん。まあ、いわゆる自然にね、もうちょっとの凄さみたいなのをこう感じてほしいみたいなところが主軸にあったんですけど、ではなく、ちょっと生と死みたいなところを、死生観みたいなところによりテーマを、置いてい盆栽とこうと。いう中の死生観っていうことにシフトしてあげて、で、まあ、3D の展示に関しては、ちょっと、まあ、やり方、手法は同じだとは思うんですけど、で、その盆栽の展示ってところを本物を見てもらって本物すごいでしょではなく、その死んだ盆栽っていうのを展示してみるっていうのはとてもコンセプチュアルでいいんじゃないかなと思いまして、例えばそこに五葉松の苗木を植えてあげて、うん。赤ちゃんを。はい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 。うん。うん。で、そこで、だからいわゆるその生と死の循環、なんかたまたまね、この間の話でも、僕が、屋久島の話だった時に、やっぱ屋久島のすごいのって結構木の上から木が生えてきてるみたいな、そういうのってやっぱすごいっすよね。いや、すごいっまあ、すよね。輪廻ですからね。うそうん。いや、それがすごいよね、みたいな先生もおっしゃってて。で、なんだっけな。で、なんか例えばですけど、そういうのないですか、その死んだ木の上から、ね、なんかそういう次の盆栽生やすとか面白そうですよねとか言ってたら、いや、まあ、面白そうっすけど、それまあ言うと300年かかりますね、みたいな。なるほどね。だけど、それで、なんていうか、っていう話で笑い話だったんですけど、実際それやってみるっていうか、例えばじゃあ、その会場で、そのお水をみんなにかけてもらうっていうのはどうでしょうみたいな。ああ、なるほどね。小を松の赤ちゃんにうん。かけてってもらって、スプレーしてもシュッシュとかしてもらって、で、まあ、育てていくと。で、多分それがね、なんかわかんないですけど、何年って書いてたかな、10年だか何十年だかしたら、その盆栽になんか穴と、その死んだ木の真ん中に穴とか開いてるんですけど、多分そこにこう、そこの穴を通って、そこかなるほど、ら幹なるほど。が合体してったりするかもしれないしとかっていうのを、うん。なんなら10年と言わず1000年のプロジェクトという言い方とかして、うん。なんかそれを、だから盆栽界切ってもしかしたら初の試みかもしれないと思うんですよね、そういうのも。うーん、なるほどね。うん、死んだ木に対してそういうことをまうん、た繋いでいくっていう。そうそううん。そうそう。自然のことで言えば、すごく正しいことだと思うんで、それ自体は、本うん。当はね。うん。たまたまね、うん。だから最近林業の人たちと話してて、その仕事した時に、結構切った木をその場でどんどん倒してわざと置いていくと。なぜうん。ならば、やっぱり自然の中でやっぱ木っていうのは木の上から生えてきて、それが本当に強い木を育ててるものなんだみたいなことをなんか言ってて、あ、そうなんですねっていう話がそういえばあったんですよ。うん。で、いや、そうですね。だから、いや、なんかそこの信頼寄与をあえてっていうところは、すごくいいんじゃないかなと。だから先生的にはね、なんか、まだちょっと先生説得しなきゃいけないですけど、なんか冬だからいっぱい葉っぱが何もない盆栽とかもいっぱいあって、それも超やっぱり逆に盆栽の楽しみは冬だっていうぐらい葉っぱがなくてもいいはずなんだけど、うん。やっぱり死んだ木はもうカサカサのなんというか、やっぱ悲しい感じだったんですよね。だから先生的にはやっぱ、いやもう、やっぱ盆栽っていうのは、やっぱ生きててこそ、その作品というか芸術というか盆栽であるっていうのは結構格好としてなんか何回か聞いてもあったんですけど、うん。でもなんかね、つまり面白いなって思ったのは、文章でも書きましたけど、その、ね、芸術だと筆を置いて、うん。ね、それ以上変わらないところが完成なのが、盆栽はね、それ以上変わらないっていうところはまあ死であって、やっぱり先生曰く、やっぱあくまでも生きてるところじゃないと、こう、芸術と呼べないと。
うん。いうようなことを言ってたと思うんですけど、うん。普通のだからいわゆる芸術作品っていうところとはやっぱりとても違う概念なところがなんかまた面白いなと思って。そうですね。うんその心拍の話うんとか、うんあとはさっきの輪廻の話は、うん今回、もしかしたら生き続けるというよりは、このコロナの時期とか、うんなんか僕も、今年、僕作るのを何しようかなとずっと考えてたんですけど、今年ちょうど昨日でしたけど、阪神淡路で26年、うんで311から10年、で、コロナでこれだけ、今第一次世界大戦より人亡くなってますからね。で、本当に戦争よりも、ひどい状態になってるっていう、この状態のその死生観。で、特に日本の中のそういう理解っていうのは、そのアントロポセンみたいな、これも言いましたけど、人新世から来ても、人がこの地層的に一番上に来ちゃってるんだけど、その上に来るものを考えるっていうのはすごい大事だなと思って、だからなんかこう、先蔵さんが、いや、僕、こういう展開の仕方っていうのはすごい面白いなと思って、面白いなっていうのは、やっぱ作品作るときって、大体いろいろこう掘っていくと、自分の好きな通りにならないじゃないですか。で、貸してくんないとか見れないとか、で、行ったら天候が合わないとかっていうのはよくあるけど、なんかこういうふうに、いや、生の話をしようと思ったら死の話から生になったっていうのは、僕はなんかすごいいいような気がして、いいような気がしてっていうのはなんかこう、なんかこういう作品を作るからならではので、今回相手がいるじゃないですか。その先蔵さんの場合は。で、今回のバック東京フォースもそうですけど、やっぱりこう、未来は過去からできているってところもそうだし、で、そう考えると、さっき言ってた、みんなに水をかけてもらうとか、死んだ盆栽から新しい芽吹きをして、それをみんなで育てていくのを1000年待つみたいな。だから22世紀の話をするみたいのは、めちゃくちゃ今回のに合ってるので、この時期に、合ってるんじゃないのかなと思って、だからテーマとしては、これ結果論ですけど、多分先蔵さんめちゃくちゃ悩んでると思うんですけど、だけどなんか結構カチッと僕は来たかなと。あとは作品としてどういう風な体裁に仕上げていくかっていうところなのかなっていうのは今思いましたね。だから今回のプロセスならではとは思いますよね。大変ですけどね。いや、なんか、すごくいいなと思ってて、ことに関しては。いや、なんかやっぱ話していく中で、いや、たまたまね、そもそもふと誘われたところで、別に僕がそこにリーチしようともちろん思ってたわけでもないのに、高野山でね、で、なんか中国と日本の架け橋みたいなようなことをやってる雑誌で、中国人の女性の方がライターだったんですけど、今回はちょっと死生観について語ってもらおうかと思ってますみたいなので、なるほどね、僕は盆栽の話というか自然と共生みたいな話が目的にはこうよりしたかったんですけど、でも結局そこつながってくるしっていうか、同じ、その自然単位の共生とか輪廻って結局、死生観にね、つながってくるというか、そのループこそが死生観だったりもするんで、それで結局つながったりしたし、なんかおのずとなんか引きつけられてったんだなって感じもあって。いや、そうっすね。盆栽ってすげえ懐が深いなと思って、さっきのメッセージも書いてもらった、筆を止めてるんではなくてずっと生き続けるってところと、でもその生きたものを、シャリでしたっけシャリっていう考え方でしたっけはい。で、そのシャリという考え方で逆に借景にしてしまうというか、白骨化したってなんかどっかに書いてもらってたと思うんですけど。シャリっていうのが、骨ですね。仏教用語で言うとこの骨で、そこのシャリにくっついた生きてる皮の部分。皮って言っても、水水って水を吸ってあげて、生きてると。超かっこいいです。超かっこいいですよね。超かっこいいですよ。本当はそれやっぱり置きたかったんですけど、一番心拍を。でもなんか
今って時代的にちょっとリセットされてる感あるじゃないですか。まあ、人新世もそうだと思うんですよ、考え方的に。で、今コロナになって、僕なんか人間でこれだけテクノロジー発展してとか、これだけ情報が発達したのに、みんな右往左往して、で、結局何もできないから家にいようっていう。で、そんな中でもう一回未来を、こっから1000年を考えるっていうのはですね、前に話したかもしれないですけど、ウィリアム・ギブスンっていう、あの、僕大好きな SF 作家がいるんですけど、その人と僕対談したんですね。もう僕、その人サイバーパンクっていうのを考えた人で、要はサイバーって言葉を作った人ですね。で、それとやったときに、まあ、すごいいいこと言ってたのは、今の時代に誰も次の世紀の話をしないみたいなことを言ってたんですよ。で、まさにね、そこが、今考えなきゃいけないことなんじゃないかなと思っていて、22世紀を想像するっていうところ。だから、いいんじゃないですか、今回、千蔵さんのきっかけで、逆に言うと、これもうライフプロジェクトかもしれないですね。ね千蔵さんの。いや、本当に本当に。生きてる間に、もう一度そこを訪れて今の状態を知るとか。いや、もうこれ始めたらもう生涯の付き合いになるなっていうことのプロジェクトスタートだなって思って。そうですね。だから、その新しい芽吹きを、みんなで育てて、それを、まあ、1000年なのか300年なのか待つっていうことをやる一番最初の、まあ、コロナの時期だからっていうのは、まあ、ちょっと引っ掛けすぎですけど、もう一度生命とは何なのかっていう、その屍から生まれるものって何なのかっていうのを考えるっていうのは、作品としてはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますよね。本当に。しかもね、なんかメールにも書きましたけど、まあ、静香先生がね、空海の生まれ変わりと呼ばれるぐらい、筆がね、書がすごい人で、まあ、いろいろすごいんですけど、まあ、それで先生が書を書いてもらって、先生ももう書いてもらいに行ってたんですよ。で、ただ、あうんのあを書いてくれて、で、あうんのあは人間が生まれた時にあっていう言葉から始まって、うんという言葉で死ぬと。っていうのの賞をもらったときに、先生は持ち帰ってきて、小林先生がその自分のきっかけの気が死んだときに、自分のところの供養塔で、あの方の文字を掲げて、で、供養されたんですよ。つまりだから、本当は運の状態じゃないですか、死んでるから。そこで、あっていうのを、こう、後ろにね、こう飾って、それで、お葬式したらしいんですけど、いやー、そこ輪廻してるな、みたいな。いや、そうっすよね、本当に。いいストーリーじゃないですか、みたいな感じで。そうそう、だからそれはね、だから、なんか今、写真で、ちょっと、なんかレイヤーでなんか iPad で作った画像があると思うんですけど、あれが実際それが先生の本当の、亡くなったやつで、で、まあ、後ろに掛け軸とかありますけど、なんか映像とかって面白いかなとか、そんな感じでしたけど、やるならそのあだなと思って。確かにね。どのぐらいこうキャプションで説明しなきゃいけないかとかじゃないと、もう凡字なんでわけわかんないですけど、それだけ見たら。でも意味合いとして。でも、そこで考えさせるっていうのでいいんじゃないかな。あんまり説明的じゃなくて、なんかちょっとこう、僕あそこの場所の特性を考えると、通常であればめちゃめちゃ時間が早く流れてるとこじゃないですか。あそこのターミナルって。だけど今もう完全に時間が止まってる状態で、そこに入るってすげえ稀有だと思うんですよね。で、逆になんかこう、まあ、じっくり10分ぐらい見させてもいいかなと思って、もう真っ暗な中考えさせるとか、で、もうメッセージだけ出して、で、最後に実物、まあ、僕、なんかもしかしたら同じ空間で、最後に光だけ当ててあげるのか、もしくは外にあって、最後映像の終わりと一緒に、そこの窓が開くとかわかんないですけど。だから、映像の世界にやっぱり、千蔵さんはやっぱり映像の世界に引き込むっていうのが、
前回のマインドトレーの時もそうだし、いつもやられてることだけど、なんか今回ってその映像を通した時の概念というか、死生観みたいなのを説明的ではないんだけど、みんなに考えてもらう映像、もしかしたら、ブラックアウトして音だけのシーン作ってもいいかもしれないし、で、最後に、やっぱり、その本物を見てもらうっていう。で、そこに一滴雫を垂らしてもらうみたいな。もしくは、ワンミストを垂らしてもらうっていうのは、なんかすごいメッセージなような気がしますけどね。いや、本う当ん。に。そう、なんかもうここ最近はとにもかくにも、なんかマインドが森に行っててうん。いや自然というか木というか、なんていうか、そういう循環みたいなのが、やっぱりその複雑性というか、有機物というか、ここも何年かですけど、それのやっぱ魅力がすごくて、やっぱあいつらすげえなってところがね、あったんで、なんか、いや、どっちにしてもなんか共生みたいなところには行きたいなと思ってたんですけど、なんかそのスケールが、あの、実物として、その1000年とか何百年感じられるのはすごくいいなと思ってその盆栽というものを通して、それ自体ももう樹齢何百年って言ってたんで、もう死んじゃいましたけど、うん。で、それでね、そこから芽吹いたので、未来を想像してもらうっていうのは非常に素晴らしいな。逆に今ここへ来て、そっちのなんていうか、その水をね、あげるだとか、そっちの方のものがめっちゃあんこ強くなっちゃったので、逆に映像、いや、もともとはね、いわゆるシンプルに巨木に感じてもらってっていうことだったんですけど、今のその 3D を使ったところで、あと文脈的な部分、そこはでもなんかね、ビジュアルを通して、その心拍っていうものであったりとか、その葉を落としてるものだったり、ちょっと少しだけ多分、梅の花一輪だけ咲いてるぐらいにギリいけないかな、この季節って感じなんですけど、とか、あと最後、もちろん死んだやつを取らせてもらってとかで、なんかそれを、なんとなく、20日にちょっとテスト撮影見てきますけど、あの感じの、ボコボコの質感の木みたいなのを、結構こういう、そんなもうバカでかくなくてももしかしたらもういいのかもしれないですけど、立体で感じれたら結構面白そうだなっていう、すごいなっていう感じはするとは思うんですよね。それをもって死生観というところをつなげるのは、強引ではぶっちゃけあるとは思うんですけど、そうなんですよね。なんでじゃあ 3D だったのっていうところにちょっと今度なってきちゃうよねとは確かにあるけれどもねっていうか。そこね、そうなんですよね。映像の方が今度、そっちに負けてきちゃってるぐらいそっちが強くなるな、みたいな。もしくはどうだろうな。そうなんですよね。もともとちなみにあれどう思いました？その死んだ木の方の話ですけど、そこに水をプロジェクションマッピングする的なもの。どう思います？打足ですかね。僕はちょっとそこで、そうやってしまうのは、なんか、違うかなと思ってたんですよね、個人的には。なるほど、なるほど。なんかそれが、その映像的にではなくて、見た人がそこに何か空間を、最終的にわかんないですけど、一個の空間の中で映像を見てもらって、それは8分なり10分なり5分なりわかんないですけど。で、それを見たときに何かが流れてるっていう何かがオーバーレイして見えてる状態を作りたいですよね。具現で、プロジェクションで作るよりは。どちらかっていうと想像で作ってもらえないかなとは思いましたね。皆さんに。了解、了解。ちょっと正直そうですね、そこも悩んでたところではあって、まだそうかなっていうのはありますけどね、確かに。どうすればいいのかな。例えば、わかんないですけど、これもうちょっと一回 3D っていうのを一回置いといてもいいんですけど、死の話と生の話を二面に分けてしちゃうとか、一番最初こっち向かせて、生の話を、生の映像、生とタイトル、なんていうか、テーマにした映像
で、こっちは死を、テーマにした映像みたいな。要は、向く方向を変えさせるっていうのも僕ありかなと思って。その人を、中にいる人を、例えば。だから一面だけで見えてるというよりは、二面で何か表現してあげるってこともあるかなと思いますよね。なるほど。うん。なるほどですね。空間的には。なんかで、その間に我々はいるんだよっていうことを、まあ、その鑑賞者だったら鑑賞者の人が、その生と死の間。で、大体今までって、生の話ばっかりだったじゃないですか。多分19世紀以降かな。産業革命が起こってっていう。で、どう、その人の命を延命させようとか。まあ、結局これって、昔の、それこそ、なんかギリシャ神話じゃないけど、まあ、ずっと永遠の命が欲しいみたいな欲望だったんだけど、結局でも人間って生と死っていうのは裏腹にあって、命の話っていうのは両方多分死生観と両方対になってないと、命の話にはなんないって僕は言ってるんですね。で、生きるだけではなくてどう死ぬか。で、死んだ後にどうなるのか。で、これ、特に日本の考え方というか、まあ、八百万的な考え方と、やっぱりキリスト教っていうのは全く違くて。ですよね。うん。だからそう考えると、日本人の持っているそこの死生観というか、命の考え方っていうのは、僕はすごく特殊だから、もう一度それを気づかせるっていうのは今回、まあ、特に日本人向けなので、なんかあるのかなと思いましたよね。本当にやっぱり、いや結構防災最初、共生と循環のところで、とても大きなテーマにしてたのが、やっぱりね、100年、300年、1000年続くもんだから、人から受け継いで人に与えていくものじゃないですか。で、それで人と作家じゃないみたいなところでね。で、それでやっぱり単純にそのもの自体ですごくこう、物質として意思を残して、こう、未来、考えていかなきゃいけないものというか、の象徴的なをしてて、で、やっぱもうね、この時代、まあ、時間軸も含めた上での、やっぱり広い愛がないといけないと思うんですよね。やっぱり、もちろん他人を、ね、隣人も愛さなきゃいけないし、横の国の人も愛さなきゃいけないと思うし、仲良くしてた方がいいと思うしとか、その範囲がね、広がれば広がるほど、やっぱいい世界になるとは思うんですけど、それがあと、プラス時間軸の未来のね、部分、孫の代がその先までやっぱ考えないと、やっぱ解決できないことが多すぎるというか、それがかなり森っていうものはやっぱそれを教えてくれるよねっていうか、あんなすごい、もう人間じゃあこんなシステムに、この人やね、原生林作ってって言っても相当な、ね、知恵がないとできないだろうけど、それがでもやっぱり時間が解決して流れるように作ってくれたんだと思うけど、単純にそこには淘汰もあっただろうし、で、ね、の中でこう出来上がっていくっていうもの。だからやっぱりある程度、やっぱり急ぎすぎてね、今の人生だけで何かをって思うと、こう解決できないこともあるだろうから、そこの部分をね、想像できるようなことに少しでもなれるといいなというメッセージはもともとね、込めたかったんですよね。で、さっきの森の話で今思い出しましたけど、これね、あれ言いましたっけ？なんか最近読んだ本で面白かったんですけど、ダーウィンの進化論で言うと、自然淘汰じゃないですか。言うと、競争する進化、競争進化なんですけど、なんかその共生の方の進化のことを言ってる本で、で、ダーウィンの進化論で言うと、弱肉強食、強いやつが勝つんだとか、弱いやつが死んでいく。でもそうじゃないんじゃないかと。自然を見てると。で、どうやらどちらかというと、共生してるやつの方がうまいこと生き残ってる。植物とか虫とかがやっぱこの地球圧倒的に多いんですけど、その中でやっぱりそうやって一番成功を収めてる彼らっていうのは、相利関係にあるっていう、両方とも得する関係。植物に対してなしてあげることもあったり、で、それから得られること、ウィンウィンですよね。ウィンウィンの関係を築けているやつらが実は支配しているというか、逆に言うと、利己的な振る舞いをする
その生き物に対しては何かしらの罰が下るようなメカニズムが働いているんじゃなかろうかみたいなことを言ってる人がいて、なるほどと。それで言うと、明らかに人間はパラサイト型だと、その中で言うと。ウィンウィン型と、中立型と、その確かに。相手から何かを奪う型のやつがいて、やっぱ奪う型はやっぱすげえ少ないんですよね。肉食獣めちゃくちゃ少なくて、本当のダーウィンの進化論的に弱肉強食なら、本当はそいつらが一番多くあっていいはずなんだけど、やっぱり実はそうでもないと。で、繁栄をなしているのは、やっぱりこう、簡単に言うと利己的じゃないというかね、人にも何かをこう与えてあげられるがないと、そういけないんじゃないか。なるほどね。面白い話だな、それも。面白いですよね。住まわしてもらってるっていう感覚、その、強制というよりはもしかしたらもっと、下げすんで住まわしてもらってるって感覚が必要なんじゃないかなって僕はなんか思って。で、そこまで行く必要はないのかもしれないけど、こう、どう付き合っていくのかっていう、その自然と、もしくは、その生物なり、人間同士もそうだけど、環境とっていうのは、さっきの利己的ではなくて利他的であって、で、もう少し多分進んだ思想が必要だと思うんですけど、多分今の時期にそれをその哲学の部分を作んなきゃいけないってことですよね。ですね。だからなんかそういった意味では、その今回の、死んでしまった盆栽のところに新しい生命が生まれて、それがどうそこに絡んで、そこに人間という操作が介在して、それがこれからどういう物語を紡いでいくのかっていうのは、結構なメッセージになるなと思いますよね。いやなんかやっぱり僕はやっぱ共生っていうのはやっぱなんだかんだあると思ってて、例えば虫が森とこうやってるってことは虫もやっぱり森を形作ってると思うし、そこで人間だけが何かを操作したらそれは利己的だとか人工的だっていうのもやっぱちょっと違うと思ってて、逆に言えばその相思相愛というかお互い利他的になれてる関係はある種自然と言ってもいいんじゃないかというかもしかすると、だから里山とかは、なんかね、さっきと同じ本ですけど、里山っていうのもなんか、英語にもなってとかいうふうに書いてましたけど、そうなんだ。盆栽みたいな。そのままですか、里山みたいな。なんか書いてて、そうなんだ、聞いたことないけどって思いつつ、で、里山ってやっぱり美しいじゃないですか。で、それって人間がちゃんと自然を管理して、やっぱりその共存していってる人間と自然の共存する境界の部分みたいなところだったんですけど、やっぱそれがね、今どんどん都市集中型になって、どんどん里山から若者が出てて、里山と言われるものはなかなかなってきたんでしょうけど、でもそこでやっぱタヌキだなど森の動物たちの境界になってくれてて、で、それでいてやっぱ美しいっていうところ結構大事なんじゃないかなと思ってて、この間の最初の打ち合わせでも言ったかもですけど、そのね、ドイツの森林館のアルフレッド・メーラーとかいう人が、なんか美しき森は最も実りある森だとか、なんかそんな言葉言ってたんですけど、やっぱり本当になんていうか豊かなその森それってつまり動物に対しても人間に対しても良い森みたいなのは美しい森だってことだと思うんですけど、なんかやっぱりこう良きものを美しいと感じるっていうセンスがあるんじゃないかなっていうか、だから実は美しいってそういうことなんじゃないかな、そもそもみたいな。きっと何かしらそのセンスを持つってことは、その不思議なセンスを持つってことは、それはそっちの方向に行きなさいよって、そっちがいい方向なんだよみたいなようなことの意味があることなんだと思う気がするというか。確かに。深いな。ちなみに、その戦争さん的に、ちょっと現実的な話もちょっと、3D っていうのは、やっぱりあった方がいいですか？そうですね、文脈で語るなら、生と死っていうところで、3D である必要もなくはなるんだと思うんですけど、なんだろうな、ちょっと、あと今、まだ手法が思いつけてないっていうのがあるんですけど、手法というか見せ方、伝え方。盆栽をただただひたすら撮る映像っていうのがどうなるかなっていうのだけが、ちょっとだけ心配だったというか、
ひたすら盆栽だけを撮っていくっていうので、美しい映像にはなるとは思うんですけどね。それで、ただ、だから立体感とか、やっぱり逆に言うと、こうやってみて、うわ、この木、こうやってみて、自分がこの大きさだと思ったら、超巨木って感じのやっぱ形はしてたりするんですよ、やっぱ盆栽が。で、それを実際、こう、ちょっとその小人化した 3D っていうのがどのぐらいの感じに見えるのかっていうのを20日にちょっと体感してこようかななんですけど、それはそれで体感として、おお、これはなんか確かにこう、巨木の下にいるなって思えたら、なんか盆栽っていうことの、その縮景した盆栽っていうことに対して、その自然を偉大に感じたりすることが感覚として得れたら、それはそれで良い気もしてて、で、その上で結局、シングルカメラでもステレオカメラでも、やっぱり内容の部分はどちらにしても、必要かなと思うんですけど、確かに斉藤さんが、例えばその言ってた、2つのスクリーンであれば、シンプルに例えばね、こう、生きてる盆栽と死んでる盆栽っていうところの二面っていうやり方もやっぱりあるとは思うんですけど、それは分かりやすく、こう、メッセージとしては確かに、そうですね。要は何を言いたいかってことですね。で、文字で言う、一番最初にあが出てきてもいいと思うんですけど、一番最後にあが出てきてもいいと思うんですけど、なんかそれで見せてあげるのは、そういうなんかミクロとマクロのところを使ってあげるのもありかも。うん。で、なんか僕、一回暗転させて人を考えさせるのは、今回シーンとしてあってもいいんじゃないかなと思って、それはそのインスタレーション体裁的には。これ今、死生観に行きたいんで、何でしたっけ、いわゆる縮景観とかいう話だったら、やっぱりとにかくでかく、ちっちゃい盆栽をでかく見せるってことでいいかとは思ってたんですけど、はなくして、やっぱりもうちょっと文脈の部分、それは手法ということではもはやなくてっていうところで、そういう意味では、だからもちろんやっぱり 3D じゃなくていいんですけどね。3D じゃなくても良くなってるんですけど、ただ、なんかちょっとだけ心配なのが、そうですね、さっきも言ったんですけど、ひたすら盆栽の映像、どうなるかな。いや、めっちゃかっこいいと思いますよね。それはそれだけでもめちゃめちゃ十分美しいものにはもちろんなるとは思うんですけど。だから僕なんか盆栽のところの、先蔵さんが伝えたいことを映像の中で込めてくれればいいと思うので、僕なんか、撮り方としても、超ミクロで撮ったものと、マクロで撮ったものとか、盆栽だけではなくて、それって、もしかしたら全然合わないかもしれないけど、今回のそのバック東京フォースみたいに、東京の中でそれが行われているってところの妙とかもあるから、なんか、盆栽だけではなくて、その風景とか、もしかしたら自然とかってところまでもう行っちゃってもいいのかなと思いましたよね。うん。ストーリー的には。なるほど。うん。そうですね。人って何だろうっていうところから、もしくは命って何だろうみたいなところから入ってもいいと思いますけど。そうですね。なんかいや、マクロなものとかはやっぱり盆栽もめちゃくちゃ面白いんで、そう、もちろん撮ろうと思ってて、それめちゃくちゃいい感じになるなっていう感じは、めちゃくちゃしてるんですけど。さっき言ったみたいに盆栽ってその筆を止めたのとは違くてっていう話あったじゃないですか。でも今回のやつって一回筆が止まってしまってるわけじゃないですか。死んでしまったやつは。だから、盆栽なのに止まった状態っていうのを見せるにはどうすればいいのかなと思って、それって逆に言うと、わかんないですけど、筆が止まった状態になるので、そうですね。ちょっとじゃあ文脈はとにもかくにも考えてみます。で、もともと街で撮りたかったのが、なんか別に、ミニチュアするってことだけがやりたかったというよりは、その手法というよりは、もしその街で撮ろうとしてた側の方、それは3D 企画の時のやつですけど、とにもかくにも街中、東京で、
人工物の中で生きている植物たちっていうか、とかっていうのを、まあ普段からすげえ好きで撮ってるっていうのもあるんですけど、やっぱりなかなかね、僕の趣味ですけど、やっぱすごくそこは僕は面白いものがあって、なんか、なんだろう、いや、どっちが、最近、そのコロナの時も言ったけども、これが侵略者だとしたらどっち側がウイルスなんだろうなっていうと、やっぱ我々の方かなとやっぱ思っちゃったりしたりとか、やっぱ美しいなって思うのは、植物だなって、やっぱ主人公は植物で、やっぱすげえ圧倒的に複雑性であり、なんかこれは、やっぱり人間が作った壁とかそっちが人工物のやっぱ明らかに過当だなって思ったりして、なんだけど、まあそれがあるからこそ植物がやっぱ盆と才の関係で、引き立って見えたりはするんですけど、でそこが図らずも、わざわざその街中のそういうやつらは別に人間が意図してやってるものじゃなくて、ないんだけど、そこでなんか妙に面白いものって、やっぱ逆に言うと、もうものすごくありふれてて、ついこの間ももうなんかもはやそこまで強靭じゃなくてもいいから、普通にこの街角立ってみて、これ面白いな、今、このミックスされた感じとかっていうのを見るだけも、もうそれはそれで面白いかとかもちょっと思ってたんですけど、あれかな、あとはあれかも、もしかして、なんちゅうか、それは 3D かどうかとか置いといて、いわゆる人工物と、なんか盆栽、もしくは植物、盆栽かな、今回で言うと。なんていうか、すごくやっぱり人工物の、なんていうか、風景っていうことかもしれないですけど、それが、やっぱ植物のなんか複雑性と対比させると、めちゃくちゃやっぱしょぼいな、みたいなのを感じれる気がしてて、例えばそういうこともありかもな、みたいな。なんとなくドキュメンタリーの方も作ってるんで、そうですよね。映像インスタレーションの方は、なるべく言葉的じゃないもので感じてはやっぱり欲しいなとは思ってて、どっかにメッセージはやっぱ込めたいですけど、なんとなくやっぱり言葉というよりは、ワンコンセプトでどしっといきたいなっていう気持ちはやっぱあるんですよね。でも確かにその二面って言ってるのも面白いのかもしれないですね。だからなんか今回テーマって何ですかみたいな話があって、今のところ千蔵さん盆栽って言ってるじゃないですか。それもといい死生観かもしれないですね。もう完全に今そうだと思ってます。だからその盆栽、から一個多分、なんていうのかな、階層深くなって、今あるのが死生観なので。そうですね。盆栽の中にいっぱい拾いたいところはあって、それこそ共生観だったり、人工物と植物の対比のとこだったりとかもあったりするんですけど、そこが、今回はその中で、やっぱ死生観になんか気づいてきたから、もう誘われるままそっちに行った方がいいかな、みたいな感じですね。本当そうだと思う。あと僕やっぱ組んでほしいのは、僕さっき言ってたみたいな、今回のあそこの場所の特性って、本当はやっぱりめちゃくちゃ時間が早く過ぎている場所に、時間がすごくゆっくり流れているっていう、ミスマッチ感というか、こういうことって多分なかなかないっていう場所だからこその文脈を加味すると、なんか見えてくるような。今、あと、そこのテーブルまではできたんで、あとは盆栽もそれ借りれるのかっていうのももちろんありますけど、そこからやっていくと、結構まとまるんではないのかなと。ですね。僕はなんか、さっきの、二面なのか、結構正直に取ってあげて、いいような気がしてきましたけどね。なるほどね。だからそっちの方が、なんか混じりっ気なくもしかしたら言おうとしてることが感じてもらえるかもしれないなっていう。それって逆に言うと、じゃあカメラで動い
まあその動いてるって言ってもものすごい3000年レベルで動いてるものを動いてないように捉えてもらうっていうどういうことなのかっていう挑戦でもあるから、なんかそこはすごい先蔵さんならではのような気がするな。うんうん。で、まあその 3D の補完だからこそ次の次元に行けるものはあるけど、単純に人間を楽にさせるだけの 3D は、まあ 3D とか VR とか、今だったらうちやってる AR とかっていうのは違うんじゃないかってことを僕、会社の中でも言ってるんですけど、それ人間をどう進化させるかっていうので、そのテックは使うべきであって、人間を退化させるべきではないというのが思想だ。まあだから、今、先生さんが言ってた話とかにすごい近いと思うんですけど、だから今回もしかして 3D 使うんだったら、見えない、もしくは想像ができなかったものをもう一個次元を上げてあげる装置としてそうですね。使えるんだったら、その、まあ、共感覚的なところなのかわかんないですけど、うんうん。うん。それはすごいありだと思いますよね。そうなんか、やっぱ、いや、僕、この間も行って、盆栽園、やっぱりすごくなと思うんですよ。それで、やっぱ、これでも、誰が見てもすごいと思うなと思って、そんな風にね、その盆栽の人に言ったら、やっぱり、この幹見てよ、みたいな。この幹、これだけでもうずっといけるけどね、みたいなのがかなりあって、その盆栽っていう縮形されたものだったり、あそこまでの立体物っていうものを、なんか、まあ、一回見てみて判断しますけど、それトリッキーにならないように、体感として、うわ、盆栽やばっていう感じがこう伝わるんであれば、ありかなと。で、それで、まあ、なんとかこう、盆栽園に誘導してあげてみたいな感じに、盆栽園行ってね、みたいな、この後でもとか、なんか慣れたらいいなっていうか。まあ、物の見方をその示唆してあげるっていう、視座を作ってあげるってことですよね。そういうことですね。はい。一回じゃあそこはちょっと検討してはい。みてください。勉強します。はい。ありがとうございます。ありがとうございまはい。した。どうもです。はい。あーす